はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。時間もあるし、今日は漫画喫茶行きます。一人の時間は邪魔されたくないので、今日はのんびり一人です。コメントでもよく漫画のネタとかが出てくるので、再度勉強していきます。ということで、快活クラブ行ってきます。それでは、早速行ってみましょう。今日は久しぶりに漫画喫茶に行ってみます。うちの動画のコメントでもよくいろいろな料理漫画のネタとかを書いてあったりします。最近全然漫画も見てなくて正直ついていけてません。何か新たな発見があるかもしれないので再度いろいろな漫画をチェックしてきます。昔見た漫画も忘れている部分も多いので再度復習しましょう。ちなみにみんなのおすすめの料理漫画と他にも面白い映画、ドラマとかあればぜひ教えてください。ということで今日やってきたのは快活クラブです。このオレンジの外観が特徴的ですよね。入店して席に到着です。席はフラットやリクライニング、女性専用、喫煙、鍵付き個室などいろいろな種類から選べます。快活クラブは株式会社青木ホールディングスが運営するエンターテインメント事業の一つです。青木ホールディングスといえばスーツの青木のイメージですが、漫画喫茶やカラオケなどのエンターテインメント事業やブライダル事業なども運営しています。現在快活クラブは日本全国に500店舗以上を展開しています。漫画喫茶やインターネットカフェなどの業態では圧倒的店舗数を誇ります。このコロナ禍で漫画喫茶業界全体の規模は縮小していますが、快活クラブは店舗の出店をし続けています。500店舗以上の店舗全てが直営店として営業しているのも特徴です。そのためどの店舗に行っても同クオリティの設備が揃えられているのも強みです。さらに先日業界第2位の自由空間を運営するランシステムと資本提携し完全子会社化をしました。漫画喫茶業界完全独走状態です。まずはせっかくなので腹ごしらえをします。結構がっつり系のご飯が多いですね。このトルコライス気になりますね。大名軒のシェフ監修のハヤシライスや三田製麺所監修のつけ麺もあります。松屋の牛飯ライスバーガーも気になりますね。アルコールもあるしおつまみメニューも豊富です。せっかくなのでアルコール飲んじゃいましょう。悩んだ結果この松屋のライスバーガーを注文です。パソコンから注文できるのもありがたいですね。まだ空いているのか注文してすぐに到着です。缶は開けられてくるんですね。それでは乾杯いただきます。ポテトって食べ始めると止まらないですよね。ここ最近じゃがいもの美味しさを再認識しています。ライスバーガーは思ったよりも小ぶりでちょうどいいサイズ感です。ライスバーガーは最近では見かけることも多くなりましたが、もともとはモスバーガーが開発した商品で定着して今のようにいろいろなお店で提供するようになりました。自分が初めてライスバーガーを食べたのは昔あったコンビニの AM/PM だった気がします。これの中身は松屋の牛丼ですかね。甘じょっぱい牛肉と焼かれたライスの組み合わせがよく合います。最近ローソンストアでも塩むすびのライスバンズという商品が出ていますね。小腹も満たされたので YouTube でも見てみましょう。最近ハマっている YouTube を見てみます。ホルモン島田とこの動画の中の店員さんに似てるって言ってる人、俺に似ていますね。その後もいろいろ動画を見て追加のお酒を注文です。気になっていたトルコライスも追加します。きたー、すごいボリュームです。中学生とか高校生だったらこれをおかずに丼でご飯がいけそうです。タバスコと粉チーズがついてくるのもありがたいですね。小学生の好きなものだけを集めたおもちゃ箱みたいな一皿は中年男子の心をわしづかみです。トルコライスって何なんですかね。調べてみましょう。トルコライスは長崎を中心としたご当地グルメでとんかつ、スパゲッティ、ピラフなどが一皿に乗ったものを言うそうです。全国のご当地グルメって面白いですよね。ちなみに最近前橋は焼きおにぎりを推してるみたいです。なんか面白い動画出てるかな。漫画もあるしネットもできるし別なスペースに行けばカラオケやダーツ、ビリヤードなんかも楽しめて、さらにシャワーもあるしドリンクバーは飲み放題。ここに住めますね。せっかく漫画喫茶に来ているので漫画を探しに行きましょう。こんなにたくさん漫画があると何から読めばいいか迷っちゃいますね。こうやって見渡してみると料理漫画って結構ありますね。
全然知らないものからドラマとかアニメになっているものなどいろいろありますね。自分が初めて読んだ料理漫画はオーマイ昆布という漫画だった気がします。お菓子を使ったレシピとかあって子供ながら試してみたくなった記憶があります。あとはお酒を飲むようになってからは酒の細道とかレモンハート、神の雫はよく読んでましたね。おいしんぼクッキングパパとかはどこかの待合室とかで置いてあるイメージで途切れ途切れ見ている気がします。おいしんぼのこの巻の内容が気になったので見てみましょう。食の安全か。料理漫画とかって当時の情報で書かれていたりもするので、現在やこれから未来にはまた情報が変わっている可能性もあるので、しっかりと見極めて内容を受け止めることが大事ですね。勉強になります。実は読んだことないけどコメントでよく名前が出るので気になっていた食撃の相馬を読んでいます。なるほど。はいこういった創作料理も面白そうですね。料理漫画じゃないかもしれないけど、よくこれもコメントで来るので気になっていたんですよね。ゴールデンカムイ。下タプ作りたいですね。漫画を読んでいると脳みそを使うからかエネルギーを消費します。お腹空いちゃったので対名犬のハヤシライスを注文です。ついでに氷結のレモンとご飯に合うソース、卵風味も注文です。いい色をしています。じっくり煮込まれたソースはご飯にぴったりです。おかずとかいらないですね。カレーも好きですけどたまに食べるハヤシライスいいですね。ハヤシライスって年に2回くらいしか食べないけど、その毎回美味しいです。気になったのでこの卵風味のソースをかけて食べてみましょう。結構甘いですね。卵として食べるのではなく、あくまでソースですね。甘じょっぱい卵風のソースです。キューピーの黄身プチをもっとソースっぽくした感じです。夜食も食べてお腹いっぱいです。もう少し漫画を読んで帰りましょう。この鉄鍋のジャンもよくコメントできますね。中学生とかはジャンプじゃなくチャンピオンを買っているタイプの人間だったので、鉄鍋のジャンは知っています。でも当時は全然読んでなかったな。このトリコもよくコメントできますね。世代的にトリコよりもたけしだったので、トリコのことは疎いです。こうやっていろいろな料理漫画を見てみると、料理漫画という一つの枠組みの中で、それぞれの表現方法とかが全く違いますね。食べた後のコメントとかも勉強になります。クッキングパパは探したけど、このコンビニのバージョンしか置いていませんね。漫画喫茶の置く漫画の基準って何なんですかね。マニアックな漫画もあるけど、意外とメジャーそうな漫画が置いてなかったりもしますよね。そろそろ眠くなったので帰ります。漫画喫茶飲みも面白いですね。漫画を読んで新たな動画の案も思いついたので、たまにはこうやった息抜きも大事ですよね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。快活クラブいかがでしたか？まだまだ食べたいメニューがあったので、また漫画読みに行きます。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。